親譲りの無鉄砲さが招いた因果か、それとも地雷のきしみが奏でた不協和音か。これは遠い明治の空の下、不器用な正義が閉ざされた世界と衝突したある男の魂の記録。国語対話始まります。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。誰もが一度は聞いたことがあるあの書き出し。不器用な魂の叫びが聞こえてきそうです。おや、いきなりの名調子。放課後の雑談ラジオ国語対話へようこそ。書斎の守護者にして文学を構造を解析する変人紳士猫であります。そしてあなたのハートに伏線を張っちゃうぞ。司会の MC です。さて、今回取り上げるのは国民的作家夏目漱石の超メジャータイトル、坊ちゃんです。出ましたね。日本の義務教育が通過儀礼として課す正義の味方の物語。しかし MCC、この作品を単なる遺体革劇だと思っているなら、それは重大な解釈エラーですぞ。そう言うと思って準備してきましたよ。じゃーん。こちらが MC 画伯による今回のイメージイラスト、無垢なる正義の鉄槌です。見てください、このキラキラした大きな瞳。ぬわ、これはなんという、直視できないほどの圧を感じます。でしょう。悪い大人たちを許さない純粋でまっすぐな正義感を表現するために、白目の割合を極限まで減らして瞳孔を開き気味に描いてみたんです。ピュアですよね。ピュアというか、これはもはや狂気の領域。アール・ブリュットの極致です。その一切の迷いがない瞳は他者との対話を拒絶し、己の論理だけで突っ走る社会不適合者のオーラを完璧に捉えています。もう猫さんたら褒めすぎです。でも確かにこの主人公、ちょっと空気が読めないところがあるみたいですね。学校で読んだ時はスカッとしたけど、大人になって読み返すと、あれ？おっと、そこから先は不快縁です。この物語は閉鎖的な村社会というサーバーに規格外のプレイヤーがログインしてしまったバグ報告書のようなもの。その違和感の正体をじっくり解剖していきましょ不穏な予感しかしませんが、ではそのとんでもない新任教師が何をやらかしたのか、まずは物語の世界を覗いてみましょう。では早速物語の全貌を紐解いていきましょう。ネタバレ全開のあらすじ紹介です。一人の江戸っ子は村社会というダンジョンでどう敗北したか、そのログを確認します。まずは冒頭、親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。2階から飛び降りて腰を抜かすような問題児ですが、下女のキヨだけは、あなたはまっすぐで良いご帰省だと全肯定してくれました。ある種の呪いですね。初期リスポーン地点で過剰な肯定感を与えられ、社会性のパラメータを振る機会を失いました。両親が亡くなり、お兄さんとも決別。物理学校を卒業した坊ちゃんは、校長の紹介で四国の中学校へ赴任します。キヨからは別れ際に越後の笹飴をもらいました。装備も情報もなく、いきなり高レベルエリア、地方へのサーバー移動、無謀な RTA の開始です。松山に到着した彼は早速同僚たちに変なあだ名をつけます。校長はタヌキ、教頭は赤シャツ、雅楽教師は野太鼓、英語教師は裏なり、数学主任は山嵐。敵対モブの識別コード設定完了。見た目だけでラベリングするのはコミュニケーション放棄の少佐であります。そんな彼を待っていたのは洗礼でした。蕎麦屋で天ぷらを4杯、団子屋で団子を2皿食べただけで、翌日黒板に詳細なログを書かれてさらされてしまいます。アナログな SNS 炎上ですね。相互監視社会という常時録画モードの恐ろしさです。さらに宿直の夜、布団に入ると足元がムズムズ。なんと生徒たちが大量のバッタを仕込んでいたんです。彼は卑怯だぞと激怒しますが、生徒たちは白を切ります。物理的なバグや昆虫攻撃、集団で個を精神的に追い詰める陰湿なハラスメントコンボが決まりました。ここで教頭の赤シャツが優しく接近してきます。
山嵐が生徒を扇動したと吹き込み、気取った言葉で釣りや文学の話をして懐柔しようとするんです。出ました。老ジ原上司の政治工作。自分をインテリに見せるための教養マウントが鼻につきますな。でも真相は逆でした。赤シャツは町一番の美人マドンナを奪うため、婚約者の浦成先生を僻地へ左遷しようとしていたんです。坊ちゃんは激怒して敵だと思っていた山嵐と手を組みます。ここで陣営逆転。正義満足性が発動し、組織の論理に対抗するレジスタンスルートに入りました。そして開かれた送別会。赤シャツは嘘泣きで別れを惜しみますが、坊ちゃんは怒りで震えます。さらに日露戦争の祝勝会の日、生徒との乱闘騒ぎに巻き込まれ、逆に暴力を振るったと新聞に書かれて辞職に追い込まれます。典型的なバッドエンド確定。論理と根回しで武装した大人に感情だけの子供が乾杯した瞬間です。いいえ、まだです。最後の朝、坊ちゃんたちは赤シャツと野太鼓が芸者遊びから帰ってくるところを待ち伏せし、天誅だと鉄拳制裁を加えてボコボコにします。なあと、議論も法律も無視した純粋暴力による公正ログアウト。野蛮ですが実にスカッとするカタルシス。そのまま2人は船で脱出。東京に戻った坊ちゃんは清と再会して幸せにと思いきや、清はその後亡くなり、坊ちゃんへの墓に入って物語は終わります。社会的には敗北しましたが、個人の物語としては完結した。実にビターなエンディングですね。改めて聞くとすごい話。でも猫さん、私どうしても気になることがあるんです。続いてのコーナーで徹底討論しましょう。物語のあらすじは分かりました。でもちょっと待ってください。ここからは心を鬼にして現代社会の現実というフィルターを通してこの作品を冷徹に監査していきます。おや、来ましたか。名作という聖域に土足で踏み込む当番組名物、ザ・リーバッグのコーナー。今回はどんなエラーコードが検出されるのやら。そうなんです。さっきの天ぷらや辞職の話を聞いていて、私どうしても気になります。ほう？どのあたりが気になりますか？ MCC。あんたな、この坊ちゃん見とると意外となるわ。まずな、天ぷらそば4杯に団子2皿ってあんた糖尿病なるで。若いからって暴飲暴食しすぎや。ほんでその次の日には下痢したとか言うて授業休むんちゃうやろな。急に解像度の高いおかんが降臨しましたぞ。医学的に見ればそれは急激な血糖値スパイクを引き起こす自殺行為であり、ドーパミン報酬系がバグり散らかしていますね。ごたくはええねん。それとな、一番あかんのは辞表の出し方や。何が天中やねん。ひとときの感情で仕事辞めて東京戻って鉄道の技術係？給料なんぼ下がると思ってんの。清おばあちゃん養うならもっと福利厚生しっかりしたとこにしがみつかな。おっしゃる通りです。経済合理性の観点から見れば、彼の行動は破滅的なリソース管理です。キャリア形成における戦略性が皆無で、いわゆる罪盤面を自ら作りに行っている。せやろ？健康管理と家計管理ができへん男はいくら正義感あってもアホって言うんや。ほんまうちがおかんやったらハリセンでどついてるわ。知らんけどで責任回避するのやめてください。しかし現代のコンプライアンス基準、いわゆるコンプラ視点で見ると、彼は完全にレッドカードですね。気に入らない上司にあだ名をつけて誹謗中傷し、最終的には暴行罪ですから。失礼しました。つい母性が暴走してしまいました。でも猫さん、冷静に考えると自分の正義のために職を捨てるって現代で言うとタイパ最悪じゃないですか。さよう。現代の SNS 社会なら彼は天ぷらテロリストとして特定され、デジタルタトゥーを刻まれて終了です。赤シャツの不正を内部告発して社会的な制裁を与えるのが最適解でしょう。しかしそこに何か私たちが見落としているロマンがあるんですか？逆に言うとですね、損得感情ができないというバグこそが彼をヒーローにしているのです。誰もが生活や保身のために空気を読むシステムの中で、彼だけが江戸っ子の意地という名のレガシー OS で動いている。確かに損をすると分かっていても止まれないっていうのはある意味で究極の推し活なのかも。自分の信念という推しのために人生を捧げちゃってるわけですし。その解釈は強引すぎますが、まあ近いでしょう。彼は社会的な成功よりも自分の美学を守ることを優先した。
これは生存手段としては下作ですが、物語としては尊いわけです。なるほどな。でもやっぱり現実に私の彼氏がそれやったら即別れますけどね。生活力は正義ですから。とことんリアリストですね、MC 氏は。学術的には有害な男らしさのサンプルケースとしても興味深いのですが。さて、そんなダメ男スレスレの坊ちゃんですが、彼を生み出した作者自身はどうだったんでしょう。ここからは教科書の裏側に隠された作者の真意に迫ります。おや、いよいよ文豪の仮面を剥ぎますか？漱石先生の脳内サーバー、アクセス解析の準備は完了しています。それでは続いてのコーナー、教科書の裏コードへ、レッツアクセス。そこまでダメ社会人の烙印を押された坊ちゃんが、なぜ令和の今まで教科書の絶対王者として君臨しているんですか？普通なら教育に悪いって PTA からクレーム来ません？それこそが国家レベルで仕組まれた隠れたカリキュラムの罠ですぞ。急に都市伝説みたいなトーン。文部科学省の陰謀ってことですか？陰謀というより、これは高度な精神的ワクチンなのです。14歳、つまり中学2年生という万能感と中二病が肥大化する時期に、あえてこの劇薬を投与する。その意味がわかりますか？中二病の時期に自分は特別だって思ってる時に、まさか調子に乗るとこうなるぞって見せつけるため？ご名答。発達心理学的に言えば、彼らは脱中心化の過渡期にあります。そこで正論だけで突っ走ると組織から排除されて都落ちするというシミュレーションを見せる。これは大人の階段というより断崖絶壁を見せるショック療法なのであります。怖ー。感動巨編じゃなくて恐怖の社会性欠如転落ドキュメンタリーとして読ませてたの？先生たち性格悪すぎません？さらに悪質なのは精神的勝利法の刷り込みです。坊ちゃんは論理で赤シャツに勝てないから最後は暴力に訴えて逃走する。しかし教科書はこれを清々しい勝利のように錯覚させる。確かに議論で負けても心が綺麗なら OK みたいな空気ありました。それってダメなんですか？国家運営の視点で見れば最高ですよ。論理で体制に逆らう市民より感情でガス抜きして満足してくれる市民の方が模しやすいですからね。これは反知性主義への甘やかしです。なんか急に爽快なラストシーンが思考停止の罠に見えてきました。じゃあ聖母のような清おばあさんは？彼女だけは癒しですよね。甘すぎますぞ MCC。 彼女こそが最強の封建的オペレーティングシステムの残滓。あれは無償の愛ではなくメッシ奉公という名のジョルです。ひどい。私の推しおばあちゃんを悪く言わないで。坊ちゃんを全肯定してくれる唯一の味方なのに。そこです。主人のためなら自分の人生を捨てて尽くすのが目尽しいという美学。これを美談として刷り込むことで、将来的にブラック企業でも文句を言わずに働く社畜を育成する下地を作っているとは考えられませんか？もうやめて。私の思い出の坊ちゃんがどんどん国家の人材育成マニュアルに書き換えられていく。夏目漱石先生はそんなつもりで書いてないはずです。漱石先生は当時帝大講師というシステム側の人間でした。だからこそ近代化というシステムが人間をすりつぶす残酷さを誰よりも知っていた。彼は警鐘を鳴らしたのに皮肉にもそれがシステムの強化に使われている。これぞ文学史上最大のバグ。もうお腹いっぱいです。教科書って裏から見るとこんなにホラーなんですね。次に本屋で坊ちゃん見かけたら震えちゃいそう。おや、洗脳が解けたようで何より。ではそんな取り扱い注意な劇薬を現代人たちはどう摂取しているのか、最後の仕上げに参りましょう。これ以上ショック受けたくないけど気になります。続いては教室を飛び出してネットの海へ。現代人のリアルな反応を探りに行きますよ。キンコンカンコン。そろそろ放課後のチャイムが鳴ってしまいました。あっという間の時間でしたね。単子時間は相対性理論に従い光の速さで収束するものです。さて MCC、 最後にこの明治のテキストを令和のインターネットというフィルターに通して総括しましょうか。
ネットの評価ですか？教科書だと正義のヒーローですけど、今の SNS とか掲示板だとやっぱり炎上しちゃいますか？炎上どころか、彼は現代の掲示板、例えば5チャンネルあたりでは行動力のある無能という不名誉なタグを貼られること間違いなしです。いわゆる正義マンと呼ばれる、自分のルールを他人に押し付ける厄介なアカウントですね。うわー、正義マン。確かに赤シャツの不正を暴くために証拠もなしに卵をぶつけるのはコンプライアンス的にアウトですもんね。さよ、現代なら赤シャツの方が有能なマネージャーとして評価される可能性すらあります。感情で動く部下を排除し、組織の論理を優先する。悲しいかな、これが現代社会の最適解というやつです。寄せちづらい。でもだからこそ坊ちゃんみたいな計算できない人にみんな憧れるのかもしれませんね。損得感情抜きでリアルな生き方をしてるっていうか。Z 世代トレンドを入れてきましたね。確かに彼は加工アプリを使わない、常に無加工の精神で生きています。赤シャツがインスタでキラキラした嘘をついている横で変顔をアップするタイプです。あはは、その例え分かりやすい。ところで猫さん、この作品にまつわる裏話やトリビアって何かありませんか？教科書には載ってないようなやつ。ふふふ、待っていましたか？では、とっておきの設定を開示しましょう。実は、作者の夏目漱石の脳みそは現在もエタノール漬けにされて東大医学部に保管されているのです。嘘でしょ？ホルマリン漬けってことですか？キャー、なんか SF ホラーみたい。重さはどれくらいなんですか？約 1425g。平均より重い極めて優秀なハードウェアです。つまり我々は物理的に現存する CPU が生み出したログを読んでいるわけです。実にエモいでしょう？エモいなのかな。あ、そういえば作中の食べ物についても気になってて、坊ちゃんってお給料いいのにお金ないアピールすごくないですか？鋭い。実は彼の月給40円は当時の相場で言えば現在の月収80万円から100万円クラスに相当します。新卒でそれだけもらっておいて狭いだの田舎だのと文句を言うのは完全なる贅沢病であります。うわ、月収100万。それであの生活態度？ちょっと待ってください。私の中で何かが切れました。おや MCC、 目が座っていますぞ。あんたな、この坊ちゃん見てると胃が痛なるわ。まずな、天ぷらそば4杯に団子2皿って、あんた糖尿病なるで。若いからって暴飲暴食しすぎや。ほんでその次の日には下痢したとか言うて授業休むんちゃうやろな。急激なキャラ変。しかも内容が土星論の健康非道。お手柔らかに願います。それとな、一番あかんのは辞表の出し方や。何が天中やねん。一時の感情で仕事辞めて東京戻って列道の技術会？給料マンボ下がると思うてんの。器用おばあちゃん養うならもっと福利厚生しっかりしたとこにしがみつかな。健康管理と家計管理ができへん男はいくら正義感あってもアホって言うんや。ほんまうちがおかんやったらハリセンでどついてるわ。知らんけどで着地するのやめてください。しかしその圧倒的な生活実感、実に耳が痛り。確かに彼はリソース管理が下手すぎます。ああ、失礼しました。つい将来のことを考えない無鉄砲な男性を見ると名なるおかんが暴走しとしまって。でこの切り替えの速さ、やはりプロだ。まあ彼の失敗要因については私の専門分野であるサウナ界隈の視点からも興味深い分析ができるのですよ。はい、サウナ？猫さん、今は文学の話をしてるんですけど？いいえ、これは本質です。結局坊ちゃんの最大の荒廃は整うことができなかった点につきます。彼は頻繁に温泉に行きますが、湯船で泳ぐというマナーミスを犯している。これは交感神経を刺激するだけでリラックスできていない証拠です。そっち？確かに泳いで怒られてましたけど、それがパインなんですか？そうです。一方、赤シャツはおそらく入浴後のは水分補給や休憩ルーティンを完璧にこなすタイプ。もし坊ちゃんが正しい温冷交代浴を知って自律神経を整えていれば、赤シャツの長髪など老流の熱波程度に受け流せたはずなのです。これは自律神経失調の罹患なんですよ。なんとある斜念上すぎる解釈。
でもなんとなくわかる気もします。冷静になる時間って大事ですよね。実は私学生時代にファミレスでバイトしてたんですけど、そこで学んだんです。ほう、MCC の学生時代のバイトの話は初耳ですね。何を学んだのです？赤シャツみたいな理屈っぽいクレーマーが来た時こそ深呼吸して笑顔でスルーするのが最強の攻撃だって。坊ちゃんみたいに真正面から戦っちゃダメなんですよね、接客業は。見事な処世術ですね。やはり現代社会を生き抜くには坊ちゃんの無鉄砲よりも MCC のスルースキルの方が有効ということか。よせちづらい。でもたまには坊ちゃんみたいにバカ正直に暴れるのもスカッとしていいかもしれませんよ。さて、放課後の雑談もそろそろお開きです。そうですね。時代が変わってもこの不器用なバグだらけのヒーローを我々は愛さずにはいられないのでしょう。学術的には解釈違いですがね。それではまた次の名作でお会いしましょう。お相手は MC と書斎の保護者猫でした。にゃん。